どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。中国拳法、言わずもがな4000年の歴史を誇ると言われる空手やムエタイのその大元にもなったのではないかという説も聞かれることもある。中国が世界に誇るとされる武術、非常に広い国土を誇る中国の中にあって、その流派体系は非常に多岐にわたると言われています。そんな中国拳法が直接打撃性を敷く極真空手に挑んだ戦いというものが存在します。1975年11月1日から2日にかけて開催された栄えある第1回全世界空手道選手権大会。その世界大会は極真空手の創始者である大山正達にとって悲願でもあり、そして大変な覚悟を持って開催された大会でもありました。長年私は夢見た実践空手が世界的にこれが証明される大会、内外とも多事多難である。極真空手が史上最強の空手になるか、この結果にかかっていると言っても過言じゃない。毎日日本が負けるようなことがあるなら腹を切るという悲壮な過去で出場しなくちゃいけない。事実として日本刀を出してこれで腹を切れという一場面すらあったという話もあり、大山正達自身も俺が目の黒いうちが日本は絶対に負けない、負けたら腹を切ると公言していたという、その事実は新聞にも載っていたという話です。そんな中国拳法と対戦することになったのは岸信之と二宮上皇でした。岸信之は内弟子として修行を重ね、大山正達が認めた天才として知られる大山康彦にも買われた確かな実力により本部道場指導員として活躍し、世界各国でインストラクターとしても比喩、我流空手家として乗り込んできた第5回全日本大会での富樫義元との死闘は多くの方の記憶に焼き付いていると思われる。回転手と打ち、現在でいうバックハンドブロのチョップ板をこめかみに受け倒れ、大きなダメージを負い、元来ならば反則なところをその一本木により形はどうあれ他流派の足元に屈するのを潔しとせず、必死の気力を振り絞って立ち上がったため、ほとんど意識朦朧の状態で戦い抜いたために敗れはしました。それまではややリードしていたという話もあり、その実力を物語るエピソードと言えるかもしれません。そんな岸信之はブルース・リーによってドラゴン旋風を巻き起こしていたその勢いそのままに香港で修行し、空風を高めてきた陳民金と対戦。岸信之は大山正達から君の相手の香港カンフーはね、修行歴20年のベテランだよ、倒しなさい、やってしまいなさいとネジを巻かれていたという話で、開始と同時に大股で前を詰めていく岸信之に対して陳はいきなりのローキック。この時代極真日本の秘密兵器としていた技で会場に大きな音を響かせ、ぴょんぴょんと飛び跳ね、再びの今度は中段回し、さらに回り込み下段を、今度は
岸信之が太ももの筋肉でお願いし、前を詰めて下段回し蹴りを放ちますが、それをチュンが体を翻してかわす。しかし、この戦いのさなか、始まって間もなく、岸信之は自らの右手の親指を骨折していたという話です。やはりそれだけのプレッシャー、そして間やタイミングの違いに伴い、普段以上に体に力が入ってしまったということでしょうか。ぴょんぴょん跳ねて右ローキック、前切りを狙ってくるチュンに対して、岸信之は残された左の突きで対抗。それが腹、胸をえぐる。肩のあたりをかすめて吹き飛ばし、さらに傷ついた右の拳も飛ばす。チュンも右の鍵付きを返しますが当たらず、もつれで倒れて再開後、ローキックをかわしての左の突き、そこから掴んでの膝切りがボディをえぐる。チュンは倒れ、そしてその顔にはぐったりとしたものが見られ、続いて放たれた左の前に、そこからの腰の入った正拳突きを受け、右手を掲げ、ついに戦意喪失。苦しそうな顔を審判が認め、岸信之がこの歴史的な対決を制することとなりました。続いて対戦することになった二宮上皇。さばきの技術で知られる空手バカ駅伝の中でも大山正嗣の次に活躍したと言っても過言ではないかもしれない芦原秀行の秘蔵っ子として、大山正嗣からも最大限の寵愛を受けたその華麗なる組手により第8回全日本大会準優勝、そして第10回全日本大会で優勝に輝き、その後はアメリカのデンバーで日本の武道をさえ広めている極真空手を代表するとも言える名選手の一人。さっき述べた岸信之を武道家として一番尊敬していると語っている話もあり、同じく二宮上皇も大山正嗣から、君カンフーを絶対やる、とにかく倒せ、マットから歩いて返しちゃダメだよと葉っぱをかけられていたといい、それを聞いた二宮上皇自身もどんなに強いのが来るんだろう、カンフーなんてイメージでしか知らないんだろう、いきなり飛び回って目つきなんかで目玉でも潰しに来るのかなと本人曰く勝手に考えたりもしたというのが行われた。正中戦を取り合うという独特な稽古をこなして訪れたウォン、チュン、ミンとの戦い。今度は逆に開始と同時にウォンが直突きのようなステップインと左の追い突きで踏み込んできて、さらに接近性での細かい左右下突き、鍵突きの文字通りラン。20発ほどにも及ぶその連打の中、会場にという声とアナウンスのという解説が響き当たる中、実際に当人も試合が始まってみると、向こうは中段好きの連打で来たけれど全然効かないしと語っておる。円を描きながら冷静に対処し、足を下げての左の膝に、それでも続く連打に合わせるような右の下段回し、その2連打でウォンのバランスが崩れ、そこへ左の上段回し、それで前を取り、飛び込んできたところを迎え撃ち、相手の意識を上に向けておき、体を傾け、たっぷりとためを作っての左下突き一閃、完全にボディを捉え、一発でもは飛ばされるようにマットに崩れ落ち、そのまま技ありとか一本どころか立ち上がることすら叶わず、主審に解放される始末。マッサージを経て対戦相手の
二宮上皇に肩を置かれて、開始約20秒という短時間で、試合場を降りることとなりました。双方ともに対戦相手があまりにも悪かったとも言えるかもしれませんが、その歴史的な対決はこのような形で幕を下ろすこととなりました。時代を超えて、それぞれのバックボーンを超えて、混じり合ったこの歴史的な変換、我々は胸に刻んで忘れることはないようにすべきなのかもしれません。私はこれからも史上最強の空で極真、それに挑んだ他流他の格闘技との歴史的な戦い、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、皆様のご意見の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。